これ無理でしょ。いける？いけるって。熊出没。怖いよ。もうすぐ頂上です。さて何があるか。霊山落合集落は滋賀県多賀町に存在する廃村です。かつては乳谷、今畑とともに旧霊山村を構成していた集落の一つでした。人口では常に乳谷より少なかったものの、旧霊山村の中では周辺環境に恵まれていたことから、旧霊山地区の中心地としての役割を担っていました。しかしながら他の集落と同様、戦後急速に過疎化が進んだ結果、1990年代には定住者がゼロになり廃村となりました。はい、こんにちは。ヒストリカの岡安です。今日は滋賀県の落合集落というところに来てます。ここは前回行った乳谷とか今畑と同じ、区域というかで、なんか登山道が近いんで、本当に登山客の駐車場みたいな感じで、そうです。こんな感じでめちゃくちゃ車止まってるっていうね。皆さんここに車止めて登山に行かれる。今畑の道を登っていくと、そう駐車場になってるって感じです。散策していきますか。そうですね。乳谷とか今畑はね、近くに川がなかったんですけど、この落合はこうやって川がもう集落のすぐそばにあるんで、やっぱ一番栄えたみたいですね。山の斜面から水が湧いて、本当だ、すげえ。やっぱ水場が近くにあるとだいぶ生活環境変わっただろうね。だって本当に水汲みがもう一つの仕事みたいな感じだったと思うんで、昔は。でここはね、学校もあったっていう情報があって、それこそ乳谷とか今畑の人たちはちょっと学校遠かったんで、ここになんか分校みたいなやつがあったって書いてあったんですけど、なんかあそこにありますね。これは渡れるんだよね。行きましょう。でも石橋っぽいんで、はい、僕ちょっと様子見てから渡ります。あ、大丈夫そうだ。行こう。怖っ。あ、なんかお堂みたいのがあるの。なんだろうこれ。あ、地蔵堂か。お地蔵さんが中にいるね。熊出没。怖いよ。ここは熊も出るみたいですね。結構最近だし、令和に2年前。あ、なんか登山客用の注意書きみたいな感じか。こっちは、あ、これなんだろう、寺かな。すげえ古い建物だけど、あれ何蓮って読めるよな。こっちに行けて、でもなんかやっぱお寺っぽいよね、この建物。なんかお寺っぽいよね、これ。学校、いやでも学校は多分ね、建物残ってないと思いますよ。でもこうやって見ると石垣あるな。なんかあれ登っていく階段だよね。ちょっと気になる。ちょっと挑戦してみますか。これは無理でしょ。今までと何より無理だよ。明らかに道じゃんこれ。いや岩じゃん。いや道だってこれは。あ、でもここも昔は家あったな、絶対。あ、そうだね。で、そうこうやって上に行くような、上に何があるのか行ってみますか。これはね、違うと。ほら石段じゃん、どう見てもこれ。多分神社とかじゃない？めっちゃ滑る。僕の予想。ほら上に続いてんだよな。
腐葉土がすごいね。これ無理でしょ。え、いける？いける。いつからそんなアドベンチャーに。おお、頑張ったじゃん。あ、いいよ。つらい。これね、いや絶対何もないよこれ。何もないことないでしょ。道があるんだもんだって。いや、石垣だよね、これとかも普通に。階段かこれ。これ階段だよね、確実に。ほら、こんな感じ。ほら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 、明らかにやっぱ神社っぽいな。これ見つけましたよ、僕ら。これなんかあるの。俺はもう分かったよ。いや、言っとるやん。あ、階段結構急です。ちょっと調子乗ると落ちるな。よいしょ。もうすぐ頂上です。それで何があるか。よいしょ。よいしょ。あ、ほら、やっぱ神社ですよ、これ。お社があるんですお社ありましたね。でもさ、この道の感じ、もう打ち捨てられてるよね、確実に。あー、疲れた。素朴だけど凄みがある感じ。すごいね。どうなんだ。でも人が訪れた形跡はないけどね、全く。さすがにもうね、捨てられてる。うん、ほんとお堂しかないって感じ。狛犬とかさ、灯籠も、あ、ほんとだ。もやしろうか。なんか下にちっちゃいお堂がありましたね。こんな感じ。なんか割と綺麗かも、このお堂は。なんかあんまり朽ちた感じはしてないよね。なんでここにこのお堂の前だけ、これ貝割れみたいな。なんか地蔵堂とかそんな感じかな。中にお地蔵さんが祀られてるかもしれないですね、これは。まあ、とりあえず一旦下降りますか。まあ、ここはこんな感じでお社がポツンとあるっていう場所でしたね。これわかるかな。これ今僕らが登ってきたとこなんですけど、もう断崖絶壁。多分この降りる過程で滑落死するかもしれないんで。ノーミスで行きたい。幸先悪い。この集落の起源は定かではありませんが、伝承では源頼朝の子孫にあたる僧侶が開いたといい、この僧侶の末裔にあたるのが旧霊山村に存在した藤井の一族であると伝わっています。現に落合、入谷、今畑の3集落には藤井姓が多く、落合に至ってはほとんどの住民が藤井姓でした。しかしながらこの伝承の学術的な根拠は薄く、その真偽は定かではありません。入谷、今畑とは異なり、落合には平地が多く、集落内を小川が流れており、水にも恵まれたことから旧霊山地区の中心地として発展しました。かつては分校も設置され、地区の子どもたちが通う教育の場としても機能していました。昔は多賀方面へ抜ける道路が存在しなかったことから、彦根方面の大利やブナ、呉ヶ畑との交流が盛んであり、祭礼の際にはお互いに呼び合いをしたといいます。他の集落と同じく、住民の多くは炭焼きや農業を生りとしていたことから、戦後の高度経済成長、燃料革命に伴い過疎化が急激に進み、衰退していきました。まあでもかろうじて建ってる家は数軒
あるぐらいで立派な家だけど、まあ人は帰ってきてないでしょうね、この感じは。これさ、なんかここだけ異常に綺麗じゃん。多分車がめっちゃぶつけるんだろうね、この角。車の出入り多いしね。でもなんかこうやって修復されるってことはさ、やっぱこの家とかは人来てるのかな、まだ。だってさ、完全に放置されてたらこんなとこ修復しないもんね。広いな。うん。こっちの部屋方はまだ家が残ってますね、結構。あれ、これも神社だっけ？本当だ。あれ？あ、本当やね。すごい近いところに神社が2つある。また神社を発見。あ、ちょっとここ後で見ますか。なんかこっちから行けなさそうなんで。あ、神社2つあるんだ、ここ。お寺はないね。あ、お寺があれか。うん。お寺もあって、神社2つある。結構信仰深い場所あったんかも。めっちゃ風情のある。でもこういう建物ももうあと数年すれば全部崩れちゃうんだろうなって感じだよね。確かにこの辺はやっぱ草が生えてないってことは田んぼなんかな。ここだけ明らかに草がないんで。石が。そうやね。なんか道的な。そこにも石垣あるしな。あ、これ学校かもしれん。うん。なんかフェンスがあるし。あ、石碑あるわ。あ、やっぱそうだ。あ、書いてありますね。石碑に。多賀小学校霊前文庫って書いてありますね。ここにあったんですね。これなんだろうね。うん、なんか倉庫っぽいね。確か。あ、ちゃんとここに倉庫って書いてあった。間違いないです。倉庫って書いてある。まあこの学校には今畑とかニューダニの子供たちが、小学生が通ってたんかな。で中学生になると鳥居本っていうちょっと町の方の学校に行ってたみたいでしたね。こっち行くと以前動画で上げた大利集落につながる道なんですよね、ここが。大利に行くんだ、ここから。いや、お前前行ったやん、ここ。お前行ってるからね。この道は行ってないよ。いや、行ったって。何お前初体験みたいなノリで行っとんのか知らんけど、お前。初めて来る人のリアクションだったよ、今。これ？昔の日本人の身長。昔の日本人の身長。いや、これ埋まってんじゃない？違う。こんな低いことある？なんだろうね。だってお前の肩くらいしかなくない？岡安が身長150センチぐらいなんで。あ、違いましたっけ？一応170あります。170。ああ、でもこんぐらい低かったんかな。あちらにもう一箇所神社があったんで、ちょっと見てみますか。これはなんか結構来やすい神社ですね。そう住んでてさ。いや、どうなんだろう。なんかさっきの場所がさ、あまりにも来にくすぎたからこっちに移管したのかな。ああ。それかなんか宗教がそもそも違うとか。落合集落には落合神社と霊前神社の2つの神社が存在しており、前者は岩作、根作の神を祭神としており、集落の古老によると女の神様であったといいます。後者の霊前神社については、おそらく落合神社よりも歴史は古く、かつては集落の若衆が管理を行っていたといい、この場所にまつわる興味深い伝説も残されています。その昔、九徳の殿様が川で釣りをしていたところ、美女を見初めて連れ帰り嫁にしました。やがて女が身ごもり、お産が近づくと、女は殿様に絶対に産室を覗いてはいけないと釘を刺し、部屋へと入っていきました。しかし見るなと言われると余計に見たくなるもので、殿様は産室を覗いてしまいました。すると女は大きな蛇の姿になっており、
見られたことを知った女は二度と会えないことを悟り、霊山山の池に入っていきました。この池に向かう途中、現在の霊山神社にあたる場所で一時休息をし、そこから蛇の姿となって池に向かったといいます。このような伝説がありながらも、現在は落合神社に比べ管理されている様子もなく、丘の上でほとんど忘れ去られています。昭和31年9月なんで、そんなに古くないですね。落合神社ってある。あ、落合神社なんだ。やっぱここは管理されてますよね。明らかに道も綺麗だし、すごい狛犬。なんかあんま見んタイプの狛犬でね。なんか太ってる、この狛犬は。でちゃんとここは鳥居も立派なのがありますね。しっかりして。なんかフルスペックだね。こういうさ、和のテイストの場所で横文字使うのやめてもらっていいですか。でこれは倉庫か。なんかお祭り関係の道具とかが多分ここにしまわれてるんだろうなって感じですね。やっぱこの神社もさ、ニューダリと一緒の風習で、布みたいな。あれね、視聴者の方が教えてくれて、コメント欄で、なんかな、鈴の尾だっけな、鈴の尾っていうなんかそういう風習で、厄年にああいう紐をかけて、なんかお祓いみたいな、おまじないみたいな、わかんないけどやるらしいですよ。なんか今はあんまりないみたいですけどね、そういう風習も。あ、でもなんかあれお墓っぽいな。あ、でもね、この集落ほんと藤井姓がすごい多いみたいなんで、まあそう、藤井さんですね。左はなんかその代々だけど、右側はもう個人名です。なんか結構放置されてるっぽいですね。ちょっとああいう放置されたお墓を見るとちょっと悲しい気持ちになってしまう。この奥はでも石垣があるんで、ここは家だったのかな。すごいな、めっちゃ土壁だから、この蔵なんか結構綺麗に残ってますよね、こうやって見ると。なんかで、あっち奥がめっちゃ水湧いてるわ。これもうなんか小川みたいなね。やっぱここは水に恵まれてたんですね、この集落は。本当にどんどん水が落ちてくるもんね、山から。そう、無限湧きなんだろうな、きっと。はい、ということで今回は落合集落を取材させていただきました。ここは学校と寺と神社が揃ってて、文化的なものを結構中心地的な場所だったみたいなんで、ここは、ただニューダリの方が件数は残ってましたね、まだ。お寺とか神社は結構管理されてるっぽかったんだけど、なんか家見るとね、結構朽ち果ててる場所が多かったですね。でなんか登山客とかすごい人の出入りが多いんで、1個アイデアさえあれば活気づきそうだよね。何かまだまだなんかこう使える水というか、そう、水は引かれてるみたいなんで、水もあるし、なんか飲食店でもあれば絶対こんだけ車止まってるんで、お客さんには困らないんじゃないかなと思いますけど、ぜひチャレンジしてほしいですね。そうですね、また活気づくとそれでいいっすよね。はい、ということで今回の動画もいいと思ったらまたグッドボタンの方よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。またブログの方でも歴史情報しっかりと発信してますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。現場です。いやー、来ましたね。現場ですね。落ちる。現場で。我々もこのかき氷をね、何回食べてるこれ。でもね、季節ごとに結構こう新しいソースがある。ソースっていうのかな、これシロップ。これ何でしたっけ？これブルーベリーですね。結構その現地の食材を使うみたいな。だからそう、僕もいつもイチゴなんですけど、今日は柚子にしてみました。そう、ちょっとこれをね、かけって食べるんですけど。これがうまいんですよね。うまっ。これめちゃめちゃうまい。本物のブルーベリー。僕は柚子なんでいただきたいと思います。完食しました。完食しましたね。いやめちゃくちゃ美味しかった。どうでした？いや美味しかったな。僕のおすすめはイチゴです。皆さんいちごもね、いちごスタンダード。もし来たら
いちご食べてみてください。おすすめです。結構予約してきてる人多い。そうだよね。マジでもう混み合いすぎてて、そう。もし訪れる方は予約した方がいいです。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。